元気があれば何でもできる。じゃん、アイスボール。英語やってないです。英語やってないです。曲タイトルが夏っぽいけどダサすぎる。どんなタイトル？エブリデイマシュレット。やだ。ダメです。かすみんさんがいいですね。これでアピールします。さあ始まりました AKB48 の全力エンタメ学園 MC のエバスです。お願いします。お願いします。お願いします。早速本日の出演メンバーの皆さんです。ご挨拶をお願いします。はい、下尾美優です。お願いします。お願いします。はい、伊藤桃香です。よろしくお願いします。お願いします。はい、水島美優です。よろしくお願いします。お願いします。はい、川村ゆいです。よろしくお願いします。お願いします。工藤かすみです。よろしくお願いします。はい、長友あやみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、高橋あやねです。よろしくお願いします。お願いします。はい、岡本かえりです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はいはい今日はねこの8人と楽しくやっていけたらと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回の収録は配信時期が8月ということで、もう夏真っ盛りですね。だいぶ暑くなってきましたけど、どうですか皆さんは。コンサートの練習真っ只中です。多分。あ、そうか。そうなんだ。秋のコンサートのじゃあ大変じゃないじゃあ。忙しい時期だ。めっちゃ多分忙しい。毎日寝れてないと思います。そんなに寝れないコンサート前って。今日なるさん、総監督なるさんが今のところ暫定1人40曲は覚えなきゃいけない。やば言ってました。一人40曲？い。やばい。 40曲。想像できない。やばい。どう町田？きつすぎるの。どう？いや、1日40曲も覚えなきゃいけないなんて。 40曲も覚えなきゃいけないなんてガチでエグいぞ。まだありました。すぐやんないと。どうせ笑えるやつじゃないんだから、すぐおー出たって感じにしないとみんなで。もう食い気味に拍手そうしないといけない。横チラチラ見ながらさ。滑った感じになっちゃうから。どうするのこれみたいな空気になってる。はい。わかりました。本当にできるだけ町田のこと滑らせないであげて。頑張ります。みんなも忙しいと思うけど頼む。頑張ります。ということでね、はい元気にやっていきましょう。はいそれでは今回の企画に参ります。はい。ホワイトボード決定戦。バラエティ番組の超定番アイテム、ホワイトボード、今回は3つのホワイトボードを使ったゲームで対決してもらい、一番使いこなせたメンバー上位2名が決勝に進出します。はい初代ホワイトボード王をかけて戦ってもらいます。はどうですか皆さん、ホワイトボードを使ったゲームやったことありますか？い。あんまないから。ないかもしれない。あんま劇場とかでやんないもんね、ホワイトボード使って。あ、ないんだ。ないですねそんなコーナーみたいなのないの？ないです。じゃあどうでしょう。なんかコツみたいなのあります？コツですか、ホワイトボードを使う。やっぱりその絵が描ける人は、まあだいぶ有利じゃない？絵って俺絵描けないから、そういうなんか答え絵でやるときに、なんか絵でやっちゃえばさ、なんかちょっと空気違うなって時にさ、適当なこと言えるじゃん。言葉だったらもうこれって決めてパンって出してるけど、いや実はここがこうなってるんですよとかでいけるじゃん。なんかその話聞くから、絵が上手いメンバーは絵使った方がいい。なるほど。絵得意だよって人いる？あ、あやねちゃん？得意なの？うまい。はい、中学2年生の時、市のなんか賞をもらいました。夏休みとかに描くやつね。あ、そうです。市の何の絵描いたのその時は？ケーキの絵。中二でケーキのなんか6段ぐらいのケーキ描いて、でなんか市のなんか賞を取った点みたいなのに飾られました。張り出されて表彰されたんだ。すげえ。すごい。すごい。下尾はなんで得意なの？下尾はファンに絵がうまいねって言われて、ファンのアイコン、X とかのアイコンを私描いてます。
コン。ファンに向けて絵を描いて、はいそれをファンの人がアイコンにしてるんだ。そうです。すごい。それはうまいんかどうかわかんない。なんでも嬉しいからな、ファンだから私も下手でも嬉しいから。あ、でもすごい得意なんだ。得意です。じゃあそのなんか町田のアイコンとかも描いてよ。描きます全然。あ、書いてくれる。似顔絵とか。描けそう。あ、そうなんだ。描きます。もう頼むわ。じゃあ後で。あ、じゃあ後で。本当に使ってくださいね。使う。使わなそう。はい。マジですか。本当に。 SNS でちょっとやってないんだけど俺。SNS やってないから。ぜひじゃあ中で。はい。家とかに飾るわ。裏側あるからそれ。あんま裏でもないの。裏でもない。見る用のね、情報集め、情報収集。怖いっていうのは裏側でこっそり動いてるわけじゃないから。ただ余談ですけど、町田ね裏垢で地元の同級生の X とかねこういっぱい見てて、見てるっていうのがバレて地元の同級生全員鍵垢になって。昔ね。余談だけど。余談だけどね。いろいろあるんだよ。俺が悪いか。俺がそんな悪いか。見ていいやつだとこっちに見に行ったわけじゃなくて公開されてるやつだぞ。みんなの SNS だってだって見てもいいんだよな。見ていいんだよな、みんなの SNS。それでブロックされても今度。川由だけ本気で引いてた。なんでもないいいじゃん別に。見るの。表のやつ見てた。すいませんね。こっちの話しちゃって。笑顔だけでごまかしてる。乗り切ろうとしてる。それでは最初のゲームに参りましょう。1回戦目は一斉回答せーのでボードオープン。大丈夫。どうした？集中してください。大丈夫。川合さん、集中してください。大丈夫。ぼーっとしてましたよね。拍手してたら勢いで吹っ飛んじゃった。しょうがないよね。拍手すると難しいよね。難しくないよ。甘やかすなあいつは。あれで許されてきてるから。怒んないとちゃんと。しかも今みずみん落ちたやつ自分のやつ買うように渡して自分が拾ってる。美味しそう。普通後輩が拾うけど。頼みますよ。はい。優しいから。これから出すお題に対して皆さんはホワイトボードに一斉に回答してください。かけたらせーので同時にボードをオープンしてもらいます。はい。はい。一番多かった回答に1ポイント、また面白かった回答には特別ポイントが入る場合があります。なるほど。はい。面白かった人も特別ポイントが入ります入るという。じゃあ町田が判断する。僕が判断しましょうじゃあ。じゃあ、町田にはまるようにね。僕にてか面白かったら言います。それでは早速1問やって感覚をつかんでもらいましょう。はい。はい、第1問。アイドルに一番必要な能力といえば。なるほどですね。アイアイドル。ドル。そうだけどな。違うのかな。そんな。おのおののでもいいですし。おのおのあるんだね。みんな一緒ではないんだ。聞きました。はいはい、じゃあ全員書き終わりました。はい。一斉にいきましょう。せーの。じゃん。トーク力、パフォーマンス力、顔、愛嬌、個性、コミュニケーション力、元気、運動神経ということで全員外れで全然被ってないじゃん。合ってないじゃん。すごいな。被ると思って書いたんで、パフォーマンス力面白くもないっていう。にはなっちゃってる。完全に合わせにいった上で誰にも合わなかった。ちなみにパフォーマンス力はなんでですか？やっぱアイドルといえばステージだと思うんですよ。なのではいこう歌って踊れるパフォーマンス力が一番必要なんじゃないかなとで思って。全員が思ってると思って思って書いたらあ、運動神経。そう思ってて、はいそれパフォーマンスって言葉に変換できなくて運動神経って書いちゃって本当はパフォーマンス力って書きたかったけパフォーマンど、スに至るまで運動神経が良くないとなるほど。至らないたちょっめと語彙力がなくて全ひらがなで神経って書いていけるやろ。間違えたら言われるの嫌だったのでどう町田的になんか一応帰り的にはパフォーマンス力っていうつもりで書いたんですけど、はい。どうですか？ダメです。ダメ？全然違いますよ。パフォーマンスダメですか表情とかもありますしね。全然だ。運動神経だけじゃないもん。全員違うけど我こそはみたいにいる。これ絶対いいよ。愛嬌と迷って、まあ、パフォーマンス力大前提で、アイドルってやっぱファンの方がいなきゃ成り立たないもので、握手会とかやっぱお話ができないと、なるほどね、コミュニケーション。ファンの方がつかないかなって思うので、コミュニケーション能力とかも愛嬌が
必要かなと思いました。同じくおー、はいトーク力、まあ近い、でも確かにだからそれはファンの人とのそのトーク力でファンをつけるというか、そうですそうです。やっだいぶぱり人柄でファンがつく場合もあるのでアイドルは、やっぱトーク愛嬌と迷って私もトーク力にしました。なるほど。愛嬌のって言ってるこっちの人は相手のみで乗り切ってきたそっちの人はトーク力ゼロで愛嬌乗り越えてきたからどうですか、はい、私は、パフォーマンスも、歌も、トークもできないので、愛嬌でやってきたなと思ってなるほどね。今まで愛嬌のみできたからこそ大事だと。一番元気はどうですか？トーク力とかそっち系とはまた違うんですか？元気があれば何でもできる。アントニオ猪木のいいですね。個性は何ですか？別にパフォーマンス力高くなくても、なんかその人なりの魅力というか、あるなって思ってて、AKB は人数が多いからこそ、なんか個性とかの方がこう大事なのかなるほなって。ど。みんな同じものを大事にしててもしょうがねえだろうっていうことですね。なんかやっぱ20周年の時にその先輩方からたくさん学んできたので、その個性という部分を。顔は？なんかみんながいいこと言った後に言うのは嫌なんですけど、はいやっぱアイドルって憧れてもらう職業っていうか、なんか衣装とかも顔が可愛くなきゃ可愛く着れない。全員可愛いからね。それはねもちろんそれはそうじゃん。だって町田来てもしょうがない。しょうがないです何も間違ってないよ。でなんかこうテレビに映った時に顔が可愛い子ってなんか見ててテンションが上がるなって思ったので、確かにバズったりもするもんね。それね確かにどうですか町田？いやそうだと思いますどうですか？どうですかい？やそれは素晴らしいことだと思うんですけど、ポイントは？あげませんでもなんとなく分かったでしょ1問で、はいさあ2問目から皆さん合わせにいってくださいね。はい、それでは続いての問題です。夏の公演前の楽屋でメンバーが言いそうな一言は？これはいける。これはいける。わかりました。あるんだ。もういける？これ誰か言ってるよ絶対。ヒント出すなっつってんだよ。ヒント出す。もう書いてください。これしかなくない？分かったかも。これしかないっていうのがある。入りあたりが全然ピンときてないですよ。あやねちゃんもピンときてないですね。夏の公演前って何？夏の公演。もうこれしかない。あります。楽屋でメンバーが。私も自信あります。自信しかないわ。合う気がしますね。本当に？はい。お、それでは行きましょう。はいせーの。ドンじゃん。じゃん。エアコン効いてる？エアコンの温度下げてください。前髪崩れませんように。エアコン何度？なんか暑くないですか？冷房つけません？エアコンつけて冷房強くし汗拭きシートシェアしちゃう。ということで、1、2、3、4、5、6人が一緒かじゃあ。エアコンそうですね。で、ビズミンと帰りだけ不正解です。ちょっと意義ありでして、なんですか？エアコンって別に夏関係なくいつも扱いみたいな会話を毎日飛び交ってるので、ちょっとそれは違うんじゃないかと思っています。はい、でも合ってないので、みんなが合ってるんです。はい、みんなに合わせなきゃいけないので。そういうやつなんで。これはどういうことなんですか？エアコン効いてるっていうのは誰かが絶対言ってるってこと？誰かが絶対言って後輩が先に言ってくれます。あ、そうなんだ。エアコンのボタンに走って、最低温度まで連打しまあ、す。そうなんだ。そういう時はその糸ももとかがもう走ってきます走ってって先に行く。あ、やっぱそこはやっぱ運動部なんですね。後輩が先に行って。そこはちゃんと。聞いてない時あるんだ。むしろ。もう暑い。基本暑いのいけるのか。そう。人数多いからやっぱ。ああ、なるほどね。でも22度の中とかでも、私たちは19度の最強みたいな風量にしないと涼しくなれない。人数多いからっていう。あとリハもやってね。だからもうだからちょっとだから後輩に言ってるみたいなとこもあるよね。そのなんか熱くない？下げろ。ちょっと後輩としては待ってる。あ、やばいやばいってなる。聞きたかったってなるから。普通は先輩が言うやつなのに、そのかすみんだけなんか熱くないですか？冷房つけません？お前が言ってるやつじゃん。お前が言ってるやつじゃん。違います。先輩が言いづらい。意外とバチバチだ。これでアピールします。偉そうだな。かっけー。3、4年目でしょ。3、4年目でしょ。君。研究生の前
ないってこれめっちゃかっこいいじゃん。さすがですよ。さすがですね。さすがブレない。前髪とは何なんですか？一人だけめっちゃ自信満々にめっちゃ言ってたけどみんなこれ書いてるかと思ってました。夏だから汗で今度崩れちゃうから崩れまあみんなません。言ってはいるってことね。汗拭きシートも違う。汗拭きシートシェアしちゃう。誰に何言ってるの？シェアしちゃうしちゃうって何？使ったやつこうやって渡す。シェアシェアしちゃうって何？あんまない大体あるだろう。使うかなんかあるかなみたいな。ないです。ないです。残念です。はい、では、この問題でのポイントはかすみん、あやみん、あやねちゃん、下尾、いともも、かわゆいが正解です。以上1回戦一斉回答せーのでボードオープンでした。難しかったです2回戦目は一筆書き、お絵描き、伝言ボード。2回戦は4人チーム2組に分かれて対決してもらいます、はい、最後の回答者以外の3人がお題を見て1枚のボードに順番に絵を描き足していきます、ただし絵は一筆書き、1人の制限時間は5秒です。短っ。最後の人は、完成した絵を見て何のお題だったかを答えてください。なるほど。正解したチームには3ポイント差し上げます、はい。今回のお題は夏に関するお題になっています。これはいいヒントなんじゃないでしょうか。確かにチーム分けです。前列と後列で分けます。はい前列チームと後列チームですね。はい分かりやすいですね。はいはいありがたい言わなくていいです。ありがたいそれではまはいずチーム A のチャレンジです。誰が回答者になりますか。はいじゃあ前列か前列。はまあその勘がいい人ですね。すぐこうい。で、上手い人は下音が上手いんだったらそう幕側に回った方が。回ったりとか。でももちゃんに絵を描かせて大丈夫。とてもそうだ。やばいですよ。でも上手くなったんだよねそう私3日間本気で絵を練習した期間がありましてすごいもう本気の先生に教えていただいてもう本気の先生。本気じゃない人いない。みんな本気で。先生がそうだった。本物の先生に本物で本物で本物で偽物の先生なんていない。絵の先生にね教えてもらってできる。じゃあ確かにここでじゃあ見せたいから。じゃあ回答しますみずみんが回答者で、はいそれでは準備の方お願いします。はいそれでは、剥がし役として B チームから、クドカスに、はいくどかす。先生にやっていきますクドカスに、初めて呼ばれたはい、まずは各3人にお題を確認してもらいます。お題はこちらです。なるほど。いけるでしょこれ結構簡単よこれを3人で。5秒ですから1人ね。目は、順番はこの順番でいきますか。じゃあ、これでいきますはい、じゃあ下尾からはい。いきましょう。離れたら終わりですからね。離れたら終わりです一筆書きなんで。一筆書きだから剥がしてください。はい、それではいきます。1人目スタート。剥がしが強い厳正でしたちゃんとぴったり5秒あ、じゃあ2人目いともも行きましょう。はい。何を書こうとしていたのか。はい。それでは2人目スタート。何をそれでは3人目かわゆい、これ最後だからね。かわゆいこれで伝えるように。それでは行きましょう。よーいスタート。こんな中では。まあ検討したみずみんどうでしょうか。なんかチーズになんか糸ついてるみたいなやつ、チーズに糸がついてるみたいなやつ。もえちゃんのやつが分かんなくて、あ、残り2個はなんとなく分かってる。なんとなく分かります。そうなんだ。それがなんか考えをあ、止めてる。太もものせいで。待ってください。無視するのもあるから。まあでもね、その無視しても答えるっていうのもありだ。確かにあるよ。これ見てもらえたらそれではみずみん、回答お願いします。
屋台。残念。惜しい正解はお祭りです。惜しいけどだいぶ惜しいです。でも屋台は分かった。わかるんだ。嬉しい。屋台わかりました。というので分かった。これでわかる。ちょうちんですよね。そう。やったちょうちんうまいです。でこっちは？2個目ですか？ごめん。これマジでチーズ。三笘は何書こうとした？おみこしです。おみこし。すごいね。一筆書きなんだからもっと簡単なんですよ。なんでそんな複雑なやつ書こうとするの？うまいから。可愛いのは？金魚すくい。金魚がちゃんと自分赤っていうのもちゃんと利用したんだね。確かに。さすが可愛い。すごい。後付けだろ絶対。甘くないですか？そうです。めっちゃ甘い。それに比べて伊藤もおみこし。青の青の今おみこし。チーム B のチャレンジです。はい回答者はあやみん。あやみんなんでですか？確かになんかまずあやねさんははい A 得意だから絶対書こうってなっそうですそうて、ですでカイリも書きたい、上手って言ってて、自分で言ってたんだ。かすみはなんかわかんないけど自信あるらしい自です。信がある。書けたかってあ、書きたくて。いけそう。はい。っていうのでじゃあ譲ってあげたんだ。別に絵が下手なわけではないと。そうまあ見て決めますね。見てる。なるほど。それでは剥がし役にみずみんかはい。はい。ねやってくれるということでね。もうわけわかんなくなってきた。ミン多いわ。はい、ミンが多いです。トリプルミンでなんかユニティやったらさ。はい。それではまず各3人にお題を確認してもらいます。お題はこちらです。自信あり。自信あり。ありありあり。何色ですか？何色ですか？それでは1人目のかすみんからはいいきましょう。いきましょう。1人目スタート。おっと。お？ちょっと待って。はい。あとその3人書くんだから入った時から自分のことばっかりです。邪魔じゃんこんなでかいのあったら。あれなんて関係ないんだから。書こうと思って。なるほど。戻ってください。戻ってください。それでは会に行きましょう。なるほどね。まあ。まあまあ。それでは行きます。会の挑戦スタート。ストップです。完全に離れてます。一筆書きだよ。でもですよ。ルール守って。まあ。あとみずみんその秒数に聞い取られすぎてるから、しっかりこの一筆書きの見て。わかりました。今離れてたの気づいてなかったでしょ。気づいてなかったです。ここだけずっとこうなって。そんな難しい。5秒なんてできる。それでは最後のあやねちゃんの挑戦です。よーいスタート。お。ルール守ってください。ひどいわこの話。ドンとか言って。何してんの？何してんの？って言ってるじゃん。一筆書きって言ってる。お。ルール守ってください。ということであやみどうですか？なんとなく。なんとなくわかる。これかなって。おおすごい。みたいなパターンあるからね。じゃないですか。それでは回答をお願いします。肝試し。もう霞の時点でお化けかこれがお化けかなって右のだよね。もうあの時点で頭の中でお化け屋敷か肝試しだったんですよ。でももう一回お化けを描いたから肝試しっていう強調したいのかなと思って肝試しにしました。お化けって言っちゃいそうだね。すごいですね。夏といえばって。でも納得いかない。納得いかない。どう考
えたらおみこしよりひどくないですか？ひどい。どれこの3つのうちのどれが一番ひどい？ですけど、特に下の山みたいな。なんかワーみたいな人間を描きたかったんだけど。お化けだけじゃなくて。でもあやみんは2人目の時点で肝試しって分かったんだよね。じゃあ大丈夫です。じゃあ大丈夫です。じゃあ私のは大丈夫です。正解ですから。トンネルではない。私ですか。こんにゃくです。こんにゃく。2個行こうとしたの。こんにゃくとお化け。こんにゃくでか。結果だから。結果は B チームに3悔しいな。こんにゃく。2人も一筆で書けなかった。本当に。3回戦目は夏休みの宿題ボードクイズ。ここでは夏休みの宿題にかけまして一般常識クイズに挑戦してもらいます。漢字、英語、理科のシンプルな問題にホワイトボードで答えてください。回答時間は10秒。クイズは正解で1ポイント。ただし珍回答が出た場合は町田先生が補習としてじっくり拾います。じゃあちょっと時間がないので巻き目でお願いします。俺カットするなら俺のとこだ。それではまずは漢字の問題です。こちらの問題の読み方をお答えください。どうなんだ。町田はわかんの？まあなんとなくはわかりますよ。なんとなく。はい。夏でしょ。ヒントを言わないでください。わかんないです。一緒に言われたけどね。夏に行こう。はい。それでは一斉にオープン。じゃん。スイカ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 キュウリ？キュウリ？ということで正解はこちらです。スイカです。夏って言ってた。夏って言ってたじゃん自分で。夏野菜。そうだけど別に冬も食べるしなキュウリ。マジかよ。マジかよ。マジかよじゃないんだよ。ということでかすみ以外1ポイントです。意外とみんないけるんだね。続いては英語の問題です。問題。宿題を英語で書くと皆さん答えをお書きください。問題です。それもわかんない。やばい、頭の良さがバレちゃう。聞けば結構ね。もうあれかみたいな。はいはいみたいな。てかそういう意味かみたいなことじゃないですか。終了。ちょっと待ってスペル。それでは皆さん大丈夫で一すか。斉にお見せください。オープン。じゃん。ホームワークホームワーク。何？ホームライブラリー。ホームライブラリー。何？マス。ホームワークスタディ。正解こちらです。ホームワーク。まんまなんですね。ホームワークって。そうだからまんまだ。でも AK 3級持ってるんですよ。なんでわかんなかった？私も3級だよ。でもなんか多分何かと迷ったんですけど、多分なんかありませんでした。もっと難しいやつがあるんだ。なんか数学だ。数学違うけど数学だけやってるってこと宿題で。スタディ。勉強って分かってる。だからじゃあ違う。自分で勉強って分かってる。ホームスタディだったらあったんです。ホームスタディでも合ってないです。合ってないんだ。それではあやねちゃん海里下尾以外1ポイント。はい。ホーム。ダメです。厳しい。はい、ダメです。続いては理科の問題です。この問題は完璧に正解したら2ポイント差し上げます。1点でも当たってたら1ポイント差し上げます。問題。水が氷になることを何という？逆に氷が水になることを何という？でしょう。これ好きなやつだった。この科学的な好きなやつってなんだ？板で唯一これがいけた記憶があって。好きなやつなんだ。なかなか言わない。なんか昔の曲聴いた時にこれ好きなやつ。あんま理科で言わないけど。それでは一斉に見せてください。オープン。じゃん。アイスウォーカー。英語やってないです。英語やってないです。スタディからふざけすぎる。行
業界冷凍解凍凝固妖怪妖怪すごいか固体化液状化凝固液化表変溶ける妖怪消化みたいな、まあみんななんか雰囲気はね、雰囲気は出てましたね。答えはこちらです。水が氷になることを凝固、氷が水になることを融解でした。ということで、凝固ってかけてんのが、いともも、かわゆい、あやねちゃんの3人に1ポイント。誘拐は1人もいます。ただちょっといとももが山水じゃなくてこういうなんか二水ですよ。二水なの。じゃあ山水が間違っていうことは山水が間違ってる。ということでかわゆいダメでーす。あやねちゃんはいいのね。あやねちゃんひらがなで許される。じゃあごめんね、かわゆいじゃあ1ポイント。ひらがな許されてる。さすがに。1ポイントでじゃあいとももに2ポイントあげちゃう。これだってこれかけるってすごくない？すごいな。凝固。まあ2ポイント。やったー。ちゃんと勉強したんだね。頑張りました。アイスウォーターにポイントだけあげますか。アイスウォーターにポイントだけ。特別ポイント。アイスウォーターにポイント。若すぎるんで。一人だけまだ英語やってた。英語やってる。この時点で得点上位2位までが決勝に進出できます。決勝戦に進出するのはあやねちゃん、あやみん、かすみん、いともも決勝進出です。あやねちゃんが1位で6ポイントで、残り3人が2位で同率で4人で決勝戦を行いたいと思います。それでは決勝戦に参りましょう。それでは決勝戦です。決勝戦はホワイトボードの王道大喜利です。お題に対して一言で笑わせるボード大喜利に挑戦してもらいます。3番勝負で先に2勝した人が初代ホワイトボード王になります。勝敗は町田に決めてもらいます。それでは皆さん自信の方はいかがですか？大喜利やったことないです。やったことは初めて。でもその笑わせさえすればいいから。そうですよね。それが難しい。町田を笑わせれば。それが俺はというかね。そうそうね。それでは誰が初代ホワイトボードになるんでしょうか。参りましょう。お題はこちらです。新曲タイトルが夏っぽいけどダサすぎる。どんなタイトル？結構ちゃんといいですね。でもいわゆるそのアイドルのタイトルっていうかそんなことですよね。 AKB の新曲でこんなんだったらダサいなっていう。そうね、ダサいやつを出していただければ。みんなねイメージはあるでしょうしね。そのAKB のタイトルって言ったらね。何曲かね。いろいろ。はい。それでは行きましょう。あやねちゃん、新曲タイトルで夏っぽいけどダサすぎる。どんなタイトル？どっこいしょ様。可愛いですよ。どうですか、町田？いや、ちょっと残念です。まだだいぶダサいよ。だいぶダサい。じゃああやみん行きましょう。新曲タイトル夏っぽいけどダサすぎる。どんなタイトル？エブリデイ夏バテ。いいですけど、どうですか？まだです。まだ？毎日夏バテ。いや、いいですよ。ちゃんとしてるわ。ちゃんとしてますよ。それではかすみん行きましょう。新曲タイトルが夏っぽいけどダサすぎる。どんなタイトル？エブリデイワシュレット。やだ。ダメです。アイドルということを忘れないでください。アイドルが大喜利してるんで、それ忘れないでください。なるほどね。はい、もちろんです。タイトルがキモすぎるだったらいいけど、ダサすぎる。ダサすぎるとかじゃないんで。ダサいとか。厳しいですね、町田。これはダメです。いとももね、ペンが進んでます。じゃあいとも行きましょう。新曲タイトルが夏っぽいけどダサすぎる。どんなタイトル？君が拭いたタオル。ダサいね。いいですか、1ポイント。君が吹いた、どういうイメージでしょうか。気持ち悪いな。君が吹いたタオル。じゃあ次の答えいきましょう。町田が楽しみにしていたビアガーデン開始5分で帰った理由とは？町田が帰ったってことですね。僕が帰った。はい。町田さんビアガーデン。ビアガーデンっていうのはいわゆる外でそのビールとか飲んだりとか。そうですね。外の屋上とか。早いんだよ。早いんだよ。いいよ。速さだけあります。じゃあ行きましょう。町田が楽しみにしていたビアガーデン開始5分で帰った理由とは？元カノいた。どうですか？いや、いいですけど、ちょっとまだね、まだ見ます。確かに町田は元カノいたら逆にいると思う。
だよっていう俺だよっていういいですよね。じゃあ行きましょう。町田が楽しみにしていたビアガーデン開始5分で帰った理由とは？全員マッチョだった。お客さんがやだけど。どんな絵ですかそれ？マッチョ。ちょっと。マッチョのあ、それマッチョの絵なんです。もうやめましょう。さっきのアドバイス。あ、絵でね言ってるのはいいですけど、絵が下手なんでダメです。はい、ダメでした。はい、ダメです。さあ行きましょう。草生えてる頭に。スピードありますね。スピードありますやっぱ、町田が楽しみにしていたビアガーデン開始5分で帰った理由とは？霞いた。どうですか町田？あ、いやまあいいでしょう。厳しいかすみたいな。かすみいたら話しかけるよな。気使う方がうるさいだろうし、うるさいだろうし帰りたい。そうかな。帰りたいです。嬉しいけどな。さあ、あゆみちゃんですよ。じゃあお題変えます。エバースが夏フェスに出演、漫才よりも話題になった出来事とは？普通の方が。はい。手数の謝り。手数だけは多いですから。いきます。エバースが夏フェスに出演、漫才よりも話題になった出来事とは？リバース終え。うまいです。どうですか？いやもうどうしよう。優勝でいいです。ということで初代ホワイトボード王に輝いたのはあやねちゃんでした。エバースとリバースをかけての速さも確かに吐いたら話題になるもんね。さすがです。さすが早いね。早いよ。どんどん大事ですから。さすがみんなより長く生きてる。さすがです。ありがとうございます。どうですか今のお気持ちは？いや、私大喜利の師匠が、ドランクドラゴンの鈴木拓さんなんですけど、はい、なので、タクちゃんになんか合わせる顔がなくなると思って頑張ったので優勝できて本当に嬉しいです。だから手数でいったれってなって。そうです。もうどんどんいけみたいな教確かにねえを。どうですか、惜しくもあやみんとかね、ちょっと途中で手止まっちゃってましたけど、やっぱ難しかった。難しかったです。やっぱ、なんていうんですか、この思いついても言葉にするのが難しい。みたいに。いいかしら。面白く書くっていうのが難しいなって思いましたね。なるほど。いとももどうでした？ちょっと私今日自分の画力に足引っ張られたなと思って、自分の画力に足引っ張られた。自分のせいじゃねえか。足引っ張られた。はい、悔しいです。かすみんは？はい、あとちょっとだったなって思います。はい。ということでホワイトボードでした。はい、エンディングですけども。はい。いや、やっぱあやねちゃんのスピード力がすごかったですね。芸人界のあんな早く出せる？出せる。リバース。びっくりした。びっくりしたよ。すごかったですね。こうやってもらいましょう。大喜利は。今後も。俺の大喜利とかもあやねちゃんでいいんじゃない？あ、そうですね。よかったです。どうでした？皆さんはやってみて。いや、やっぱりもう裏切らない糸ももの画力。教えてもらって。おもろかったです。はい。ということで、どうですか町田的に今日のメンバーで一番良くなかった？良くなかった人？逆ホワイトボード王いました？逆ホワイトボードはやっぱあの人じゃないですか？はい。頑張ってたじゃん。いや頑張ってはいましたけど。でもおみこしより今全然マシだと思ってる。いやね。マシでした。よりはマシだったけども。やっぱ喋った方がいいかなっていう。文字にするように。さすがに分かってくれてますね、なんか。なんて。やめた方がいいですあなたやっぱり。この番組は今後も出演メンバーを変えながらお届けしていくので皆さん応援をお願いいたします。ということで AKB48 全力エンタメ学園は以上です。また次回お会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。このままじゃ終わっちゃう。言葉にしなきゃ始まらない心の太陽は眩しすぎる。
き好き好き好きシュ好き好きワンツーレディスリーすれ違っても知らんぷり即その後で振り返るけど私らしくない風は通り過ぎるのに花の香り残してくだけどどうして簡単に忘れられるの気づいてほしい好きし好きし